どうも、モブです。今回は、祝福の石、選択ボックスについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、本日、2月19日から300日記念として、特別なログインボーナスイベントが開催されるよ。また、報酬として、1日目に、伝説の祝福の石選択ボックス、8日目には、伝説のスキルルーン選択ボックスを獲得することができるよ。かなり破格のイベントなので必ずログインするようにしよう。次におすすめの祝福の石を紹介する前に正しい選択を教えるよ。俺あらではスキルルーンや祝福の石の伝説等級のものがかぶってしまった場合、魔法石1000個を使って細工することができるよ。しかし未所持のものが少なくなってくると新しいものを獲得するまでに多くの魔法石を消費する傾向が高くなるため、どうしても欲しい伝説等級が残り数個になるまで温存するのがベストだね。しかし現在光の工房デイモスの先着イベントが開催中のため、どうしても6000名に入りたくて攻略に必要な石がある場合には迷わず選択しよう。次は生存向けの祝福のランキングだよ。基本的には増強の石を選択する人が多いと思うので詳しい説明は省くよ。もしも増強の祝福の石が集まりきっていて生存のものを選択する際は攻撃的防御がダントツのおすすめになるよ。それ以外はランキングを見ながらシールドやチームファイトモードで多く採用するものを選択しよう。次は増強の祝福の石ランキングだよ。評価としては性能を第一に考え汎用性や使用率をもとに決めてみたよ。さらに今回の動画では S ランクから B ランクの祝福の石の説明をしていくよ。まずは再覚醒だね。この石の効果はありとあらゆるスキルのクールタイムを短縮するよ。そのため武器のスキルや必殺技までもが短くなり、タイムを競う土器の戦場や長い時間戦闘するチームファイトモードでは必須級の祝福になるよ。次は殺気についてだよ。この石は敵の防御力と攻撃力を減少させる効果があるよ。また防御力減少は水篠の影踏みと被らず合算されるため 72% の防御力減少の効果が働くことになるよ。さらに防御力減少や防御力貫通といった効果は数値が大きくなるほど防御力によるダメージ減少率を緩和させるため非常に大きな効果になるよ。次は粉砕についてだよ。この石の効果はブレイクダメージを増加させブレイク状態の敵に対して与えるダメージが増加するよ。そのためブレイクゲージを早く割りたい時や破滅の力のように何回もブレイクするようなステージで多く採用するよ。またブレイクゲージには受けるダメージ減少の効果もあるため早く割ることによってクリアの成功率が高まることにもつながるね。次は弱点カンパについてだよ。この石の効果は弱点属性のダメージを増加させるだけではなく粉砕と同じようにブレイクダメージも増加するよ。もし粉砕も弱点カンパも英雄等級で土器の戦場でのブレイクについて悩んでいる人は粉砕を選択しよう。弱点カンパより粉砕の方がブレイクダメージが大きく増加するよ。次は鋭い感覚についてだよ。この石の効果はクリティカル率を大きく増加することができるよ。またこの効果が強いと言われるのはステータスでのクリティカル率は敵のレベルによって大きく制限を受けるのに対し祝福の石などの外部の効果は制限を受けないからだね。次は私たちは一つについてだよ。この石の効果はパーティー内のハンターの属性と人数によって水篠やハンターの基本ステータスを大きく盛ることができるよ。そのため現在のような光属性のトーマスや火属性のカナのような火力を出せるアタッカーの編成率が高い時期に多く採用するよ。次は洞察についてだよ。この石の効果はステータス振り分けで知能に振りながらも攻撃力を増加することができるよ。
基本的には戦闘時間が長く、スキルのクールタイムに多く投資する破滅の力での採用率が高いよ。また土器の戦場ではデメリットなく使用することができるため、土器の戦場や破滅の力を真剣に取り組んでいるプレイヤーはぜひとも獲得したいところだね。次はマナ暴走になるよ。この石の効果はスキルの魔力消費量が増加する代わりに攻撃力を上げることができるよ。基本的にはバイルスラストの相性が良く、戦場に出続ける水篠にとっては大きなデメリットはなく、使用率もかなり高い救福になるよ。次は両刃の剣についてだよ。この石の効果は敵の攻撃力を上げると同時に自分の攻撃力も増加させることができるよ。そのため基本的には敵の攻撃が痛くないステージでの採用率が高く、マナ暴走との使い分けが必要になるよ。次はボス狩りについてだよ。この石の効果はダッシュのクールタイムが減少する代わりにボスに与えるダメージが大きく増加するよ。そのため破滅の力や土器の戦場などで使用されることがあり、持っておいても損はない救福になるよ。次は致命の一撃についてだよ。この石の効果はクリティカルが命中すると敵のブレイクゲージを割合で減少させるよ。またこの救福を使用するときは超高難易度で推奨戦力に届かずブレイクダメージが減少している場合だね。さらに似たような理由で土器の戦場でのブレイクゲージのミリの腰を防ぐために使用することもあるよ。次は渇望についてだよ。今回の動画では C ランクとして評価したけど、土器の戦場の動画を多く投稿している身として紹介すべき祝福になるよ。この石の効果は魔力が少ない状態で戦闘が開始され、魔力が一定数値であれば攻撃力が大きく増加するよ。そのため土器の戦場で使用されることが稀にあり、伝説等級の有無によってワンパンラインが変わることがあるよ。しかしこの石を使いこなすには魔力管理を完璧にこなす必要があるため、高いプレイ技術が求められるよ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。